今回の動画では、レインボーシックスシージコラボイベント、オペレーションオリジニウムダストにて実装されるオペレーター。Let's get our heads in the game! 狙撃オペレーター、アッシュの紹介及び解説を行っていきます。なお、同行者はレインボーシックスシージをかじったことがあるものの、深くプレイしたことはなく、また、各オペレーターのバックストーリーを詳細に理解しているというわけではないのでご了承を。Rainbow Operator, codename Ash. I have my authorization, and I'm ready for assignment. アッシュはテラの世界に突如現れたレインボーチームの名義上のリーダーとなる人物で、高い戦闘能力と指揮技巧を持ち、複雑な環境下においては正確な爆破によって突破口及び保護領域を作成、正体を迅速かつ安全に目的地まで到達させる強襲戦を得意としています。性格は非常に真面目かつ合理的であり、テラの現地住民たちとの交流は他のオペレーターたちと比べて比較的控えめにはなっているものの、全くないというわけではありません。これはおそらくはアッシュの生真面目な性格からによるものであり、レインボー部隊が置かれた状況下を考えると全幅の信頼を置くわけにはいかないという考えでしょう。そして戦闘時にはサンクタ族ではないものの銃器を操り、その銃器に関しても駆動原理がアーツとはまた別のものになっているという、テラの世界には存在しない技術が使われています。一方でアーツへの適性は皆無に等しく、またアーツ自体を知らないという、博識ながらも基礎を知らないという知識の極端な偏りが見られます。種族不明、出身地不明、戦闘経験不明と、少人数ながらも凄まじい戦略性を持つ小隊のリーダーでありながら、知名度も一切ないというのがアッシュと彼女が率いるレインボー部隊となっています。とここまではテラの世界においてのプロフィールとなっており、原作であるレインボーシックスシージでのプロフィールによれば、本名はイライザ・コーエン、ユダヤ系の母とパレスチナ系の父を持ち、出身地はイスラエルのエルサレム、現地の大学にて構造工学の学位を取得後、アメリカの大学に留学した後にイスラエル国防軍に入隊、その後はイスラエル空軍に入隊した後に FBI スワットに加入するために再び渡米。その実力の高さから世界各国の特殊部隊から構成された対テロ特殊部隊レインボーに招集されることとなります。性格は戦術したように真面目で、任務中も模範的な態度を取り続けようとする一方で、任務中の些細な失敗ですらも深く考え込んでしまうどころか、その失敗自体が単なる思い込みだったということもある様子。そういった悩みを内の中に溜め込んでしまうという悪い癖があるようで、レインボーのディレクターであるハリーにとっては悩みの種の一つのようです。また他人の評価を非常に気にしており、自身を説明する際にはよく他者からの評価を交えるとのこと。アッシュにとっては他のオペレーターが自身に対して敬意を持っているかが重要であり、自意識過剰なところもいくらか見られるようです。なお、コードネームの由来は固有ガジェットであるブリーチングチャージを起動させた後に残る灰からとのこと。原作での役割は持ち前の足の速さとブリーチングチャージを用いての強襲及び奇襲をこなす突撃隊長となっています。You can't really understand a conflict until you've been on both sides. アッシュはエクシアやアルケットと同じ対空狙撃タイプのオペレーターで、スタン効果を織り交ぜた超連射スキルや複数の敵をまとめて押し出すことができるスキルを所持しているという戦術技巧のスペシャリストにふさわしい多芸に秀でた能力となっています。ブロック数や配置コストなどの基本ステータスは同じ546対空狙撃であるエクシアやアルケットと同じ数値となっており、目立った数値というものはありません。対空狙撃としてはオーソドックスな性能になっていると言えます。HP や攻撃力などのステータスは HP はエクシアよりかは高く、アルケットよりは低い。防御力はエクシアよりかは高く、アルケットよりかは低いという、ちょうどエクシアとアルケットの中間とも言えるようなステータスとなっています。そのため、こちらに関してもオーソドックスな性能になっていると言えるでしょう。良くも悪くも特徴のないステータスです。素質、補助装備はアッシュを配置時、攻撃範囲内にいる敵に対して閃光弾を発射。
閃光弾を受けた敵とその半径1マス以内の敵に対して最大4秒間のスタンを付与するという効果。内容としてはレッドのスキル2に近いものとなっていますが、こちらはあくまでも敵にスタンを付与するだけとなっているので、ダメージを与えるといったことはできません。また、あくまでも発動タイミングは配置時のみとなっているので、配置時に攻撃範囲内に敵がいないのであれば、この素質は発動しないという形になります。なお、再配置をすれば再度発動させることは可能です。アッシュの初動の配置速度の速さから敵を倒すためというよりも、敵を牽制し時間稼ぎをするというような素質となっており、殲滅能力に関しては期待することはできません。ただ、初動で4秒間敵の進行を止められるということは、所持コストを4稼げるということでもあるので、相手をきちんとスタン範囲内に収めることができるのであれば、かなり有用な素質と言えます。ただ、そもそもこの素質は、配置時のための素質というよりかは、口述するスキル2のための素質であり、そちらがこの素質の本領を発揮したものと言えます。素質、突撃手は、アッシュを初めて配置する際、配置コストをマイナス3し、さらに最大で初期 SP をプラス20するという効果。原作でのアッシュの奇襲や強襲を得意とするスタイルをモチーフにした素質となっており、他の狙撃オペレーターたちよりもはるかに早く配置をし、スキルを発動させることができます。素質の効果だけで配置コストは潜在を強化していない星3狙撃と同等になり、エリジウムと組み合わせると星6狙撃オペレーターでありながらわずか9コストで、アッシュは潜在でもさらに配置コストが減少するので、最小配置コストは7コストという、潜在強化なしのレンジャーと同じ配置コストまで下げることが可能です。ただし、この素質は効果にも記載されている通り、初回配置時のみしか発動しないため、2回目の配置コストは昇進2であれば最大で21、最小で18となり、3回目以降は最大で28、最小で22となります。また、SP の追加も2回目以降は行われず、即効性が失われてしまう点には注意が必要です。アッシュの潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス27、素質に効果強化、コストマイナス1となっており、目玉となる効果は、潜在4段階目の攻撃力プラス27となります。素質に効果強化も魅力的ではありますが、発動タイミングが初回配置時のみとなっているので、使用場面が限られており、星6かつ限定オペレーターということを考えると、リターンとしてはあまり見合ってはいません。そのため、アッシュは潜在強化をせずとも十分運用できるオペレーターではありますが、もし潜在強化を行うのであれば、目安の段階としては攻撃力が上昇する4段階目か、配置コストが最も低くなる6段階目を目指すことをお勧めします。スキル1、支援射撃は一度発動すると、アッシュがステージを離れるまで発動し続ける永続スキルで、スキル発動後は攻撃力がわずかながら上昇し、さらに攻撃が2連撃となるスキル。形としては、エグゼキュターのスキルに終焉の旅路に近いものと言えます。最大の特徴は、自動回復の永続スキルでありながら、発動までの時間が非常に短く、初回配置であれば素質の効果が適用されるので、スキルレベル7であれば最速29秒、特化3であれば最速25秒でスキルが発動することになります。また、攻撃は2連撃という形のため、防御力が低い敵に対しては高い DPS を叩き出すことが可能となっています。一方で、攻撃力の上昇は最大で 15% となっており、アッシュの攻撃力は最大で651までしか上昇しないため、このスキルによって増加する攻撃力は97しかなく、スキル発動中のアッシュの最大攻撃力は748となります。防御力が0の敵であれば、1回の攻撃あたり1496のダメージを与えることができますが、敵の防御力が500ともなると496しかダメージを与えられないので、殲滅力は一気に落ちることとなります。なので、基本的には雑魚殲滅用のスキルとなっており、防御力が比較的低い敵が多い空中の敵であれば、高い殲滅力を発揮してくれますが、逆に地上の敵は、ここ最近は防御力が高い敵が多いので、苦戦することになるでしょう。アッシュのスキル1と他のオペレーターのスキル1を比較した表が上記の通りとなっており、単純な TPS という点で言えば、プラチナのペガサス愛を上回る数値となっています。ただ、戦術したように、このスキルは連撃スキルとなっているので、一発が重いプラチナと比べると、敵の防御力による減衰が強く働き、
敵の防御力がおおよそ400を超えたあたりから DPS は逆転することになるので、このスキルがペガサスアイよりも有効だとなる範囲はあまり大きくはありません。一方で瞬間火力自体は高くなっているので、ドローンやオリジムシ、猟犬のような敵がラッシュで現れるステージでは他の狙撃よりも良い選択肢になると言えます。スキル1は他のスキルのようなオーバーキルな性能はない代わりに常に一定の火力を出し続けることができ、永続スキルの中では比較的発動までの時間が短いというのが売りとなっています。一方で瞬間火力自体はあまりないスキルとなっているので、終盤になればなるほど苦しいスキルでもあります。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7で据え置くことをお勧めします。スキル2、突撃戦術はスキル発動後31発の弾丸を装填。攻撃範囲内に敵がいるのであれば素質1の閃光弾を発射し、目標となる敵がスタン状態なのであれば攻撃力を上昇させ、超高速連射で敵を攻撃。31発、つまり31回の攻撃を終えた後は自動でスキルが終了となるスキル。アークナイツとしては初の攻撃回数があらかじめ設定されている弾薬型のスキルとなっており、スキルを発動した後はドクター自身がスキル発動を解くか、31回攻撃を行うまではスキルが解除されることはありません。つまりドクター自身がスキルを解除しなければ必ず敵に31回スキル攻撃ができるというわけです。形としてはトゥイエのスキル2に近いものになっていると言えますが、あちらは必ず3回回復を行うか撤退をしなければスキル発動を解除することができないので、ドクター自身の手でスキルを解除することができるこちらの方が自由度は高くなっています。目玉はやはり通常時よりも 80% も短縮され、攻撃間隔が 0.2 秒にまで短縮された非常に速い射撃であり、31回の攻撃をわずか 6.2 秒で行うことができます。そしてスタン中の敵に対しては攻撃力が大きく上昇するので、目標となった敵はひとたまりもありません。ほとんどの敵はその場からほぼ動けずに倒されてしまいます。近づけさせたくない厄介な敵の代表例であるトゥーレンシャーマンですら、計算上はスタン中に殲滅することができるので、いかに凄まじい火力なのかがわかるのではないでしょうか。なお、スタン効果による攻撃力の上昇は他のオペレーターによるスタン効果でも当然発動するので、レインボー6シージのオペレーターやレッドあたりとは非常に相性が良くなっています。スキル2の火力と他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、前段を打ち尽くす最速となる 6.2 秒で攻撃を行った場合の火力は、スタンを受けていない敵に対しての火力はそれほどではありませんが、スタンを受けている敵に対してであれば凄まじいダメージを叩き出すものとなっており、瞬間火力はエクシアのスキル3をも上回る数値となっています。上記の表には記載していませんが、潜在を4段階目まで上げ、特化3までスキルレベルを上げると、スタンしている敵に対しての DPS は8137という凄まじい数値となります。防御力が800程度の敵ですら DPS は4000を超えるので、総ダメージはほぼ半減してしまいますが、それでもほとんどの敵は圧倒的な手数によって殲滅することができます。スタン時間もレッドのスキル2を特化していれば、容易に 6.2 秒まで到達させることができるので、スタンを付与できる敵に対してであれば、無類の殲滅速度を誇ると言っても過言ではありません。逆に言ってしまえばスタン耐性がある敵、例えばフロストノバなどに対しては、並程度の DPS しかない上に攻撃回数も少ないため、総ダメージはお世辞にも高い数値とは言えません。なので、こちらのスキルに関してもある意味では、雑魚敵向けのスキルと言えます。また、あくまでも手数で圧倒的な瞬間火力を実現しているスキルなので、クラッシャーのような非常に高い防御力の敵に対しても、ほとんど火力は出ないので注意が必要です。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、特化3まで上げ切ってしまうことを強くお勧めします。スキル3、ブリーチング弾は単発系のスキルで、ブリーチング弾の進行方向にいる周囲の敵に対して物理ダメージを与えて一定の力で押し出し、ブリーチング弾が爆発時、さらにその爆発の周囲にいる敵に対して物理ダメージを与え、押し出し効果によって敵が高ダイマスに激突した場合は爆発ダメージが2倍になるというスキル。最大で攻撃力の 1100% ものダメージを与えることが可能なスキルとなっていますが、動作としてはかなり特殊で、
まず最初にブリーチング弾の進行方向、つまり前方4マスの半径 1.2 マス以内の敵にダメージと押し出し効果を。その後、ブリーチング弾は前方に高台や壁がなければ4マス進み続け、4マス目の中央付近で爆発。爆発点から半径 1.5 マス以内にいる敵に対してブリーチング弾によって高台マスや壁に激突していなければ最大で 400% の物理ダメージを、壁や高台マスに激突しているのであれば最大 800% のダメージを与えます。なお、ブリーチング弾の進行方向4マス以内に壁や高台マスがあるのであれば、ブリーチング弾はその壁や高台マスにぶつかり、そこで爆発。高台マスや壁付近にいる敵に対しては爆発ダメージを与えますが、高台や壁から 1.5 マス離れた敵に対してはダメージを与えません。つまり、ブリーチング弾の進行方向の2マス目に高台や壁があった場合は、爆発によるダメージ範囲は上記の濃い青色のマスの範囲となり、黄色いマスの範囲の敵はダメージを受けないということとなります。なお、敵の重量があまりにも重く、壁や高台マスがないような状況だと、ブリーチング弾は4マス先で爆発するにもかかわらず、敵は1マスも動かないというような状況が発生し、敵が爆発に巻き込まれないというようなことになるので、敵の重量や壁や高台マスの位置は、このスキルを使用する際には非常に重要な要素となります。そして、このスキルは配置中2回までしかスキルを発動できません。ただし、通路の S2 とは異なり、再配置をすることで使用回数はリセットされるため、再配置を繰り返すことで何度でも発動させることが可能となっています。スキル3の火力と他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、合計ダメージは爆発ダメージが重複するダブルのスキル3にはかないませんが、単発ダメージは戦術したように倍率は凄まじいので、ダブルのスキル3すらも大きく上回る数値となっています。ただ、スキルは配置中2回しか発動できないという大きな制約があるため、持続的な火力は他のオペレーターの方が上回っているという状況となっています。スキル3は瞬間的な火力はあるものの、対空狙撃としての役割を捨ててしまっている感は否めません。スキル1やスキル2で対応できない敵に対しての使用を考えることはできますが、それならば他のオペレーターを代用すれば良いという話になってしまうので、やや扱いに困るスキルではあります。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、現状では7で据え置きでもいいでしょう。アッシュの基地スキルは、どちらも制御中枢に関するものとなっており、アッシュを制御中枢に配置している際、レインボーチームオペレーター、つまりレインボー 6CG オペレーターが制御中枢に1人いるたび、制御中枢内のオペレーターの体力消費を1時間あたりマイナス 0.05 し、情報備蓄をプラス1します。スキル、レインボーチームの効果は、レインボー 6CG オペレーター全員が所持しており、レインボー 6CG オペレーター全員を制御中枢に配置すると、制御中枢に配置されているオペレーターの体力は減少するどころか、むしろ回復するという状況になります。そのため、制御中枢に配置していながらも、休息中という表記になるという、おかしな状況となります。制御中枢の5枠中4枠が取られてしまうことになるため、制御中枢関連のスキルはほぼ使えなくなってしまいますが、基地のシフト管理が楽になるので、基地管理がめんどくさいという方には、うってつけのスキルとなっています。そして、もう一つの情報備蓄を追加するスキルは、ブリッツを事務室に配置した際や、フロストを加工所に配置した際に使用するスキルとなっており、それぞれのオペレーターの効率を上げるものとなっています。ただ制御中枢での体力消費なしの編成を崩してしまうことになりますし、その割には上昇率はそこまで高くはないので、こちらのスキルを使うことはあまりないでしょう。それでは、実際にアッシュを使用していきます。今回使用するステージは廃工場。選択した契約は敵攻撃力プラス 15%、HP プラス 30%、リベンジャー系の HP プラス 80%、防御力プラス 90%、攻撃力プラス 25%、重量プラス1、能力上昇時に攻撃力がさらにプラス 50% となります。アッシュのステータスは昇進2のレベル80、スキル2の特化3です。ターゲット、ロックオフ。分かった。お前の攻撃は想定の通りだ。
このようにスタン中であれば強化されたリベンジャーであってもお構いなしにダメージを与えていき、ほぼ4秒で全体力を削り切ってしまいます。スキルはこのように発動中でも任意のタイミングで終了させ、再度 SP チャージを開始することができるので、無駄な時間というものが一切発生しません。そして次のスキル発動までの完了時間が火力の割にはかなり短く、今回であればフィリオプシスのブーストが入っているので、わずか19秒で SP チャージが完了します。そうすればお互い手間が省けるだろう。 Ready to go! Target spotted! Ready to go! I'm all stocked. Stay clear of the blast! スキル発動中、敵が攻撃範囲にいない場合は、このように待機状態となり、弾薬を消費することは一切ありません。ただ、アッシュの進化は敵スタン時の超火力なので、敵がいないのであれば、スキルは中断させてしまう方が無難です。このように敵がスタンしていなければ、あまり火力はありません。I'm all stocked. Target spotted. I'm all stocked up. Ready to go. Target spotted. 敵がアッシュのスタンのみで倒せない場合は、このようにレッドを配置してスタンを延長させることで、ダメージの増加を狙えます。Ready to go. Stay clear of the blast. I'm all stocked up. I'm all stocked up. Get clear! 諦めるな。大丈夫。簡単だ。諦めるな。I'm all stocked. Stay clear of the blast! Ready to go! Meireio. すぐに終わる。アッシュは戦術したように、スタンしている敵に対しては絶大なダメージを与えることができますが、今回であれば、ファウストのようなスタン耐性のある敵に対してのダメージは乏しくなっています。ファウストの防御力を上昇させる契約は一切選択していない状況でこれなので、ダメージが皆無というわけではありませんが、ボス系は得意な相手とは言えないでしょう。同じ状況であればエクシアのスキル3ならかなりの余裕を持ってファウストをスキル発動1回で殲滅できるので、この点がエクシアとアッシュの明確な差となっています。止まると思うな。任務完了。正確かつ効率のいい指揮だったな、ドクター。アッシュは対空狙撃としては基本となる手数によってダメージを稼ぐオペレーターではあるものの、特にスキルにはその手数を繰り出す速度が凄まじいものとなっており、またスタン中の敵であれば一発一発のダメージも非常に高いものとなるため、
アッシュの適性がある敵に対してであれば、無類の殲滅速度を誇ります。また、エクシアのスキル3のような自動発動ではなく、任意のタイミングで終了させることもできるので、殲滅力と使いやすさが両立された性能になっていると言えるでしょう。このことからスキルに使用時のアッシュは、対空狙撃としてはエクシアと並んで最強の一角として評価されることが多く、個人的にもぜひとも手に入れておきたいおすすめのオペレーターです。なお、レインボー6シージオペレーターは今後復刻するかどうかすら怪しいレベルなので、アッシュに限らず入手を考えている方はご注意を。以上でアッシュの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。The most important thing my Savta taught me was that life shouldn't have too many taboos.